こんにちは、旅家です。10年落ち10万キロ走行したキャンピングカー DD を購入しました。今日は初めての車中泊旅に出かけます。まずはコンビニで買い出し。頭の上にせり出したバンク部分がとても特徴的な車両です。車内は木がふんだんに使われていて、まるでログハウスにいるような心地の良さです。新しい車両での旅、高揚感ですでに心が満たされています。さあ、準備は万端、出発といきましょう。外は新緑が小雨で湿らされ、しっとりと落ち着いた表情を浮かべています。今まさに私も水を得た木々のように新しい旅路へ葉を伸ばしていきます。国道を走ると大きな車体がベースを奏で、小雨が小気味よくハイハットを鳴らします。車内は雨とロード音のハーモニーに包まれていて、他の雑音は聞こえません。この車両、きしむ音などがほとんどないです。素晴らしいですね。2時間ほど走って今日の目的地に到着です。山あいにある道の駅、大きな駐車場には数台の車が止まっています。湿ったアスファルトの黒が雨粒で着飾った木々の緑をより一層引き立てます。2時間ぶりに見る車の外観、何度見ても可愛いです。白ベースにグレーやベージュのストライプ、レトロな配色が私の好みでとても良い。外にいると雨が強くなってきました。車内にこもりましょう。断熱性が良いと評判のこの車。ということは防音性も高いということ。心地よい雨音はよく響き、排気音などの騒音はあまり聞こえません。さて、今日の初夜車中泊は目標があります。大きな買い物袋にはダイソーのお掃除グッズがたっぷり。そう、大掃除をやりたいと思っています。販売店の方できれいにしてくれてはいますが、これは気持ちの問題。自分自身で手を動かし、汗をかくことが大事だと思っています。折りたたみバケツにメラミンスポンジ、雑巾やアルカリ電解水を持ってきました。まずはお掃除グッズを開封していきます。面倒な掃除も新しいグッズだとやる気が出てきます。つまりやる気チャージ中。皆さんは掃除する際にどうやって奮起していますか？ちなみに私は左利きなのですが、珍しく左利き用のハサミが売っていたので買ってみました。ほぼ初めて使う左利き用。使ってみると逆に不便です。右利き用でもきれいに切れるよう矯正されているのでした。本日の一番の武器、スプレー式のアルカリ電解水です。このスプレーと雑巾で床、壁、天井すべてを磨いていきます。まずは手の届くキッチン周りから試してみます。お、いい感じ。これで進めていきましょう。あとはひたすら雑巾がけです。なんだか目に見えない雑菌とかも掃除できている気がして気持ちがいいです。
掃除は心もきれいにしてくれるから楽しいですね。疲れてきました。バンクベッドの中もきれいにしていきます。鍵を外せば扉が開きます。この機会を逃したら二度とこんな大掛かりに掃除しなさそう。だからこそ丁寧に抜けないように掃除します。バンクベッドは狭いので掃除が大変。息が切れる。体勢がよじれる。大きな面は終わりました。次は床や小物、窓などを磨いていきます。汗が出てきました。とりあえず換気扇を回しておきます。リモコン式になった換気扇、見るたび感動します。くたびれた。でもあと少しで終わります。次は窓の周りについた汚れを落としていきます。おそらく雨染みから黒ずんでしまった窓の木枠。まずはメラミンスポンジでこすってみます。ダメですね。少ししか落ちません。木材でできているということはリカバリーもしやすいということ。紙やすりを使ってみます。まずは目の細かい線板で削ってみます。削れど削れどシミは取れません。もっと目の粗い120番で削ってみます。さあ、どうでしょう。ほぼ取れてますね。もう少しこだわってきれいにします。頑張る旅家くんをよそに、外では静かにしっとりと雨が降り続いていました。15分ほど経ったでしょうか。まだ続けています。汗が止まりません。よーし、満足です。きれいになりました。あとは後日ニスでも塗れば完成です。達成感。やりきりました。そうだ、マルチルームまだ掃除していませんでした。最後の力を振り絞って掃除していきます。このマルチルームの使い道を考えています。収納棚にするか、シャワールーム作っちゃうか。ギリギリ人が入れるレベルのマルチルーム。反省部屋としては機能しそうです。キッチン周りの道具が入る引き出しに DIY してもいいかな。妄想が膨らみます。掃除はこの辺で OK ですね。お次は簡単な DIY をしていきます。タイムスリップして様子を見てみましょう。このテーブル、取り外しは可能なのですが自立できないタイプのテーブルでした。床にネジ止めされています。これだとテーブルが固定されて自由度が低いです。自立式テーブルにすべく DIY をしていきます。家にあった手頃な板とホームセンターでネジやクッションなどを買ってきました。この板を足にしてテーブルをネジで固定する作戦です。
寸法を測ってネジ穴を開けていきます。穴が開きました。この後失敗と気づく爪付きナットをつけます。次にテーブルの方にもネジ穴を開けていきます。ちょうど M8 サイズの穴を開けました。最終的に座金付きナットで板とテーブルを固定しました。羽ネジで留めているので既存の車固定への切り替えもできます。完成したのでテーブルを置いてみました。揺れはするものの許容範囲でしょうか。自由に動かせることで空間がより使いやすくなりました。さて、現在に帰ってきました。仕上げにネジで留められる滑り止めをつけていきます。最初はシールタイプの滑り止めをつけていましたが、すぐ取れてしまいました。1センチ高さが上がってしまいますが、大丈夫かな。DIY をしながらしみじみ考えています。 DIY って楽しい、自分好みに作り変えていくって楽しいと、やっていることはなんてことない作業ばかりです。ネジを1本つけるだけ、穴を1つ開けるだけだけど、その一工夫で生活がとても便利になります。こうなればいいのにが自分でできる、なんて素晴らしいことなんでしょう。自己肯定感爆上がり。年季の入ったこの車 DD、 余白遊びがたっぷりある可愛い車両です。この後もやりたいことがたくさんあります。車中泊しながら、旅をしながら改善していこうと思います。よし、四隅を止められました。テーブルが好きな位置に移動できます。地味な改善なのですが、効果は絶大。続いての DIY、 玄関に防水マットを敷いていきます。もともとクッションフロアが貼ってあるので防水にはなっているのですが、今と同じ素材なので気分的に良くない。車用の防水マットがちょうど良さそうなので、これを貼っていきます。サイズを測ってハサミで切っていきます。前室の左用ハサミ、とても使いづらいです。かなり苦労してカットしていきます。ようやく切れてきましたが、切り口がガタガタ。玄関スペースに置いてみるとぴったり。いい感じですね。これで靴の置き場が確保できました。余った防水マット、さらに玄関スペースを広げてみることにします。思ったよりいい感じ。このまま置いておきましょう。固定は耐震マットで行います。
粘着艶がありますが、きれいに剥がせる優れものです。透明なので目立たないのもグッドポイント。四隅が止まれば完成です。お、いい具合のスペースが取れました。これで玄関完成。雨が降っても靴を中に置いておけます。一通りの掃除と簡単な DIY が終わりました。全体を見回してニヤニヤ、惚れ惚れタイムです。気のせいかワントーン部屋が明るくなった気すらします。そういえば気にせずエアコンや換気扇を回していましたが、さすが大容量バッテリー、全然減りません。霧が深くなってきました。足元と数メートル先の木々以外は見えなくなってきました。霧とともに冷気もやってきました。空気の変わり目を肌で感じます。サクッと夕飯の準備をして温泉に行こうと思います。荷室からキッチン用品を取り出します。食器類やさまざまな備品の置き場がまだ決まりません。引っ越ししたての家のようで不便がつきませんね。大きなバックドアを閉め、室内に戻ります。車の形状を確認しながらキッチンに食器類を配置していきます。今日はとりあえず食器はテーブルに置いてお米を炊いていきます。以前乗っていたハイエース GT グランデから引き継いだ一人用炊飯器です。コンパクトでかわいい。それでいて 1.5 合まで炊飯できます。かれこれ1年以上使っていますが、この炊飯器はおすすめです。お米は無洗米なので研ぐ必要がありません。とっても便利。水の量は目分量。プロ車中泊ニストのたしなみですね。だいたいこのくらいでいいはず。プロの勘がそう言っています。コンセントがシンク横にありました。これは便利な位置にありました。あとは炊飯ボタンを押して20分ほどで完成です。夕飯の下ごしらえが終わったので温泉に向かいましょう。着替えを持って移動します。慣れないスイッチ類が愛おしいですね。玄関マットが早速大活躍。出入りがとても楽です。鍵をかけるときの注意点がありました。エントランスドアは車のドアとは連動していません。ダブルで閉める必要があります。こういう小さな不便が見過ごせないタイプの私、必ずや解決してみせます。雨の合間を縫って夕暮れの道の駅を歩きます。ここは温泉併設なんです。1時間ほどゆっくり温泉に浸かってきました。とても気持ちよかったです。
辺りは暗闇に包まれています。雨足も強くなってきました。雨に濡れ、ポツンと駐車場に佇むそきそきの我が家に戻ってきました。雨どいがないせいか、ちょうど扉の上から雨水が垂れてきます。大粒の雫がドバッと落ちてくると、なすすべもありません。雨の日だからわかる改善ポイントですね。街灯の明かりと雨の反射で窓の景色が幻想的な海外へと変わっていきます。運転席側のカーテンを閉めていきます。空間が広く取れますが、カーテンを閉める体勢が結構大変です。これも改善の余地ありです。やはりこの部屋、照明が難しい。全体的に暗いのと明暗が激しいところがたくさんあります。電気工事士取ったし、目いっぱい照明いじっていきたいですね。テーブルに設置されているドリンクホルダーが勢いよく取れました。固定されてなかったんですね。DIY の成果、テーブル位置が好きなように動かせます。ポンプの音が激しいのと照明が点滅するのが気になります。よし、夕飯作り始めましょうか。IH ヒーターを取り出します。テーブルを拭いていきます。丁寧にやっておきましょう。よし、満足です。まな板と包丁をセット。その上にはシートを敷いて洗い物削減。冷蔵庫から食材を取り出します。今日は手羽先とネギを使います。うるさめなシンクでネギを洗います。今日は手羽先の照り焼きを作っていきます。まずは付け合わせのネギをカット。カットはこれだけ。あとは具材を鍋に入れていきます。今日の手羽先、やたら大きいです。身がたっぷりあるので食べ応えありそうですね。5本分うまいこと重ね合わせます。隙間にネギを入れていきます。IH ヒーターをセッティングします。
コンセントが近場に欲しくなりますね。これも課題です。300ワットほどの火力で火を通していきます。鍋にパンパンに入った手羽先、これは美味しくなる予感。そうだ、換気扇をつけておきます。換気扇のリモコン操作に毎回感動してしまいます。また表情を変える窓の絵画。一度開けて火の通りを見てみましょう。いい焦げ目がついています。順調ですね。手羽先が鍋からあふれ出そうです。ひっくり返すのも一苦労です。窓を少し開けると一気に空気が流れ出しました。換気扇の勢いが上がります。湯気も立ち上ります。表面に焦げ目がつきました。万能調味料すき焼きのタレで味付けしていきます。醤油と砂糖のいい香りが広がります。あとはゆっくり蓋を閉じて待ちましょう。時々ひっくり返し味を染み込ませていきます。この単純作業もまた車中泊の楽しみです。そろそろ料理をテーブルに集めていきましょう。白く粒立った白米、湯気が食欲をそそります。お皿を並べ、準備万端。塩コショウで最後の味付け。これで完成かな。よし、良さそうです。手羽先を盛り付けていきましょう。いい具合にできました。あとは整えておきます。初夜といえば手羽先、見事完成です。
ノンアルビールを買っていました。冷蔵庫から取り出します。今日は掃除もできたし、いい初夜を迎えられそうです。ビールを注ぐ音が祝福の歓喜に聞こえます。黄金色の飲めるタイプの金メダルです。ではでは、今宵の旅に乾杯。うまい。たまりませんね。早速、炊きたてご飯を片手に手羽先をいただきます。手羽先の食べ方、名古屋の友人に教わりましたが、どうやったっけかな。名古屋の人は全員食べるのが上手でした。美味しい。手羽先なのに身がしっかりあってプリプリ。照り焼き味がご飯を盗んでいきます。快適な空間が作れたことが何よりの隠し味になりました。これがたまらんのです。美味しかった。ごちそうさまでした。片付けをしていきましょう。シンク、お湯が出る仕組みを考えたいですね。油物を洗うのが格段に楽になると思うんですよね。電気温水器かボイラーか、何かおすすめがあればぜひ教えてください。せっかく電力がたくさんあるので電気温水器に傾いてるんですけども、そのためにはタンクも増設したいですね。現在給水タンクは24リットル、十分ありますが、もう少しあってもいいですよね。妄想が膨らみます。よし、夜ののんびりタイムといきましょう。今日の夜のお供も冷蔵庫で冷やしておきました。わらび餅です。まずは黒蜜をかけます。続いてきな粉をかけます。
わあ、美味しそう。美味しいな。やっぱり和菓子って最高。まだゲームはシアターシステムがありません。スマホを見ながらのんびりしましょう。L 字のソファ、自宅より快適かもしれません。程よい弾力、いい角度。寝支度をしていきます。布団をセッティングしていきます。シングル用の布団セットなので変なスペースができますね。かといってダブルサイズの布団では持て余すかな。これまた悩みが増えましたね。雨のせいか今日は少し冷え込みます。暖かくして寝ようと思います。よし、準備完了。寝ましょう。枕元にコンセントや照明が欲しいですね。電気工事士動きます。さて、寝る前の旅家じゃんけんやっておきましょう。旅家じゃんけん、じゃんけん、グー。私はグーを出しました。では、おやすみなさい。昨日とは打って変わって青空が広がる陽気でした。快適に寝れました。このベッド、天井も高いしクッション性もいいです。小窓から差す明かりが部屋全体を照らします。まだ眠気まなこですが、朝の準備をしていきましょう。お着替え忍法いきましょうか。忍法着替えの術。えい。よし、着替えれました。冷蔵庫から
朝食の具材を取り出します。朝はホットサンドを作っていきます。棚から取り出したのは通称ロボのカバ。コードで封印されたカバのようなホットサンドメーカーです。封印を解いていきましょう。もう後戻りはできんぞ。巻き方を忘れちまったからな。パンを挟みます。具材はハムとチーズです。避けるチーズにするとよく伸びて楽しいです。チーズを裂いてハムの上に乗せていきます。そしてまたハムを乗せ、チーズを裂いていきます。何度か繰り返しミルフィーユ状にします。あとはパンを乗せて挟むだけです。コンセントが絶妙に差しづらいですね。ではスイッチオン。焼き上がりました。こんがりと美味しそうです。いい具合の焼き加減です。早速カットしていきましょう。チーズとハムの層がきちんとできています。ハムチーズホットサンドの完成です。ではいただきます。今朝のドリンクは抹茶豆乳。わあ、カリカリで美味しい。やっぱりホットサンドはいいですね。さて、今日も楽しい車中泊の旅となりました。大変でしたが、大掃除をして大正解でした。自分の手できれいにした安心感や清潔感が得られましたね。実際全体的にきれいになって
部屋の雰囲気がワントーン上がった気がします。細かな DIY もいくつか行ってみました。テーブルを稼働できるようにして玄関スペースに防水マットを敷きました。小さな DIY でしたが QOL が爆上がりしました。温泉併設の車中泊は快適でしたね。このキャンピングカー DD での実質初夜の車中泊でしたが、大満足の一泊となりました。次の旅も快適化を図りながら車中泊を楽しみたいと思います。よし、窓オープン忍法します。それバッチリ解放されましたね。さあ、今日はこの辺で帰るとしましょう。今日の物語はいかがだったでしょうか。小さな旅の物語はこれからも続きます。チャンネル登録やベルボタンを押していただくと最新話を見逃しません。メンバーシップでは裏話や皆さんとの交流を楽しんでいます。X、Instagram、TikTok も運営しています。それぞれのリンク、詳細は概要欄をご覧ください。それでは次の旅でまたお会いしましょう。ではまた。